JP チャンネルご視聴の皆さん、こんにちは。やっとこの古民家が完成しました。これもコメントたくさんいただいたり、視聴をずっと続けてくださったファンの方々の力のおかげと感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。せっかくなんでこの完成に至るまでの振り返りをお付き合いください。まず最初ですね、この古民家を購入した時は本当にこの近くでいろんな物件を見ました。で10件以上の物件を見て、ここがねダントツだったんで、もうここがいいと決めたんですけど、当初もうまあハードな状況でちょっと傾きもあったりとかしてたんで、友達の大工さんに相談して、ちょっと傾いてないけどこれってどうなんかなって言ったら、ああいけるよ、手伝ってあげるよということで強力な背中を押してもらって、じゃあ一応やってみようかと、見よう見まねで、この古民家を改装してみようかということがスタートしました。試行錯誤を繰り返しながらいろんな作品を作っていったんで、その作品をねもう一度振り返っていきたいと思います。畳はやっぱこの本当にこう正方形でできてて、このへりがついとるから、なんかこう木材みたいにこう斜めにカットできたりしんので、それがもうめっちゃ難しかったですね。サッシとかがストーンとまっすぐ取ったらいいんやけど、こうぐーっと湾曲したりちょっと斜めにスーッと走っとったりするから、こういう正方形のもんボンとつけると間が開いたり閉じたり開いたり閉じたりするから、非常にこう難しい。このままじゃ成立せんみたいな時に、この木を挟もうと、ここね、この木を斜めとかにカットして置いたんですよ。そしたらこうパチッとねあったんで、これはすごい明暗でしたね。ここはね縦収納で、もうめっちゃ今使い勝手ええんやけど、この3つのスライドレールを取り付けるのにもうめっちゃ苦労して、この物がでかいからこう手が回らへんみたいな、一生懸命つけましたね。で最初なんかむっちゃ硬かったんやけど、今めっちゃ柔らかなって恐ろしく使いやすくなってます、ね、めちゃめちゃ気に入ってる DIY。 これ接着剤つけるんやけどね、それがもう一瞬で貼り付くから、めちゃくちゃ難しい。もう呼吸止めてってこうやるんやけど、もう合わせよう思ったらもうくっついとるみたいなで、くっついたってバリッて剥がすから割れたりするんで、実はこのシンクの背中側とかはもうここバリッて割れてたりするから、ちょうどシンクで隠れとうからいいやみたいなこれは大変苦労しました。そんなことでもう完全集中力なくして、もうここ思いっきりすん足らずで、こっちが長くなってしまうという、ここが長い。もうこの金具がもう、足りんかったから、もうこれでいったけどね。っていうかもうくっついたもたんかな、どうやったか忘れたけど、なんせ完全集中力失ってた時ですあって、でスライドにしたかったんでスライドにしたんですけど、このね天板じゃないな、これ前板の素材選びにねすごい悩みましたね。こういう幅の木材ってあんまなくて、こんな幅の広い、それが結構ね何で対応しようかなみたいな、結局修正材にしたんですけど、これでよかったかなと思ってます。いろいろこうダイノックシートとかいろいろ考えたけど、結局コストが異常に上がってもたりとかするから、最後これで落ち着きましたね。非常に色も気に入ってるんでよかったと思います。この1枚板、これはね大正解やったなと。これが入ることによってなんかこの空間がバチッとしまった
ったなっていうのはありますね。で、あとこの空間で残念だったけど、まあでも DIY ってこういうことあるよねみたいなのがこの珪藻土壁に塗ったね。でこれすごいいい感じなんだけど、この板間に塗ったんでひび割れがクラックがもうブワーッと入ったんですよ。入っとうけど DIY やったら許せるみたいな、この感覚もねちょっと本当に実際に見てもらいたいなって。どれぐらい割れてんのかとかね。でこれ想像力をかけたでね、これ自分でやったんやったら愛せるんかなとか、そんな見方でねこの DIY も見てもらいたいなと思います。この古民家1年5ヶ月かけて DIY してきたんですけども、その期間でたくさんの見学オファーをいただきました。で全部対応できないので、それならばと思い、この古民家を宿化することに決定しました。宿の名前は JP ハウスです。 JP ハウス5月2日オープンになります。で僕が当初住もうと思って作ったんで、どうやって過ごしてほしいかっていうのをちょっと説明していきます。まずは本当にこの森に囲まれた、自然に囲まれた古民家なんで、まず景色、いろんなね古民家に行くまでの景色とか、古民家の裏の山の景色とかをぜひ楽しんでみてください。で次に DIY です。僕が1年半かけてやってきた DIY をその目で見てみてください。あらなんかもありますし、集中力をなくした部分もありますし、うまくいった部分もたくさんありますので、生の DIY をぜひ見てみてください。で各所にこういう風に QR コードをつけてますので、パシャッと撮っていただいて、現物と動画を見比べるっていうのもきっと楽しいことになると思います。次にこの卵サウナですね。1ヶ月間かけて作ったこの卵サウナ、ぜひ体験してみてください。しっかりね汗かいて、きっと自分の殻を破れる、そんな経験になると思います。次にいろり飯。食材は全て、持ってきていただかないといけないんですけども、いろりを自由に使っていただけます。鍋をしたり魚を焼いたり、もうとっても美味しいんで、ぜひこのいろり飯体験してみてください。最後は縁側に座って夜空を見上げてゆっくりした時間を過ごしてみてください。 JP ハウスの予約は動画説明欄からできますので、ぜひ体験してみてください。